皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズのポッドキャストにお越しいただき、ありがとうございます。このポッドキャストは、日本語を勉強している方に向けて、自然な日本語を聞きながら、気軽に学べるようにお話ししている番組です。教科書の勉強に疲れちゃったなぁ、なんていう時に、ぜひこのポッドキャストを聞きながら、日本語の学習に役立ててみてください。今日は日本の学校についてご紹介していこうと思います。日本の学校は小学校から始まり、その後中学校へと進みます。その後は自分の夢ややりたいことによって勉強したいこと、やりたいことを自分で選んで進路を決めていきます。まずは一番最初に入る小学校の話をしていきますね。日本の小学校は7歳になる年に入学します。なので、7歳になる年の学年が1年生になります。この小学校は6年間通います。そして日本では学校の1年の始まりがなんと4月です。この4月から学校が始まるっていうのは結構珍しいことみたいで、他の国では9月に始まるというところが多いみたいですね。でも日本では4月に新しい学年がスタートするのが一般的です。1学年のクラスの人数は学校や地域によって違いますが、だいたい25人から35人くらいのところが多いですね。25人から35人くらいの生徒に対して先生は1人です。小学校には制服がある学校もありますが、多くの公立は小学校は制服がありません。普段着で通うところがほとんどです。そして日本の小学生といえばランドセルですよね。昔は赤と黒しかカラーのバリエーションがなかったんですけど、ここ近年ではカラフルなランドセルが増えてきました。キャメル色とか水色、ピンク、パープルなど本当にカラフルです。このランドセルを背負って学校に通う姿は日本の学校文化を代表するものの一つで、海外の方にもとてもよく知られているそうです。そしてまた黄色い帽子をかぶっている小学生も多くいます。この黄色い帽子は学校に通う時の安全のための帽子です。黄色がね、目立つ色なので、車の運転手などが見つけやすいと言われています。低学年、低い学年や、特に1年生は安全に通学するために、ランドセルにも黄色いカバーをつけていることが多いです。また、制服のある学校では、もう学校指定の黄色い帽子ではなく、紺の帽子をかぶっている子もいます。次は中学校です。中学校は3年間で、こちらも4月に1年生が始まります。12歳まで小学校で過ごすので、13歳になる年に中学1年生になります。中学生になると、やっぱり勉強の内容が少しレベルアップしますし、部活動、クラブ活動のことですね、も本格的になってきます。部活動の代表的なものは、やはり運動部が多く、野球部やサッカー部などは特に人気のようです。あとは美術部や写真部、放送部などもあります。クラスの人数は小学校と同じくらいで、だいたい30人前後かなのところが多いです。
中学校では制服がある学校がとても多いです。男子はブレザーや学ランと呼ばれるスタイルで、女子はブレザーやセーラー服など、これは地域や学校によってデザインが変わってきます。また、多くの小学校、中学校では、給食と呼ばれるお昼ご飯が出ます。給食というのは学校で出されるお昼ご飯のことで、日本では多くの小学校と中学校で給食を食べるのが普通になっています。メニューは栄養をちゃんと考えて作られていて、ご飯、パン、スープ、おかず、サラダ、デザートなど、バランスが良い食事になるように作られています。一日のお昼ご飯で必要なカロリーもちゃんと計算されてるんですよ。給食の時間になると、クラスのみんなで机を合わせたり、当番の生徒が食器や料理を配ります。みんなで揃って食べるのも日本の学校らしい時間ですよね。給食のメニューは学校によってそれぞれ違うんですけど、やっぱり人気なのはカレーライス、揚げパン、あとは卵スープ、私が好きだったのはプリン、そして牛乳など、日本の家庭料理に近いものがよく出てきます。特に揚げパンはいつの時代でも人気のメニューの一つです。ここまでが小学校と中学校の9年間です。この9年間が日本では義務教育と呼ばれています。少し難しい言葉になりましたけど、これは国がすべての子どもが教育を受けられるようにするという目的で決めた仕組みのことです。公立の小学校、中学校では授業料がかかりません。教科書も国から無料で配られます。そして日本の学校では全国で同じように学べるようにするためのルールがあります。このルールがあるおかげで、どこに住んでいても授業の内容が大きく変わらないようになっています。例えば途中で引っ越しをしても、前にいた学校と新しい学校で勉強の内容が大きく違うことが少ないように調整されているんです。これは海外の方には少し意外に感じられるところかもしれません。では、中学校を卒業した後はどうなるのか。ここからは選べる道が広がります。高校に進む人が多いですが、それぞれの考え方、家庭の事情、やりたいことに合わせて自分の道を決めていくような流れになっていきます。高校にもいろんな科があって、大学に進むことを目指す普通科。でもそれだけではなくて、工業、商業、農業、音楽、美術など、自分の興味に合わせて学べるコースもあります。例えば、機械や電気の知識を学びたいなら工業高校。簿記やパソコンの基本を学ぶなら商業高校とかね。将来の仕事につながる勉強ができる学校もたくさんあります。そして高校を卒業した後の道もまたたくさんあるんです。大学で勉強したり、短期大学に進んだり、専門学校に行ったり、またすぐに働いたり。ここからは本当に人それぞれの進み方ができます。こんな感じで日本の学校の仕組みは義務教育の9年間がしっかり整っていて、その後は自分でやりたいことなどを選んで進んでいく、その道もとても多いのが大きなポイントです。そして国を越えて
日本で学ぶ留学生もたくさんいます。日本で勉強するという選択が世界の中でも人気になってきているようです。もちろん大学に通うのは高校を卒業したばかりの人だけではなくて、一旦社会に出てからまた勉強を始めたいという人もたくさんいます。もし日本に興味があって日本で勉強してみたいという方がいたら、ぜひ留学についても考えてみてください。今回は日本の学校制度を紹介してみました。皆さんの国の学校はどんな感じですか？給食とかありますかね？よかったらコメントで教えてくださいね。はい、今回はここまでです。今回は日本の学校についてお話ししました。ペンギンジャパニーズのポッドキャストでは YouTube で日本語のスクリプトを紹介しています。よろしければそちらも見てみてください。テキスト版のスクリプトも販売しています。こちらは概要欄に載せているので、興味がある方はぜひ見てみてください。また次のエピソードでお会いしましょう。それでは、またね。